皆さんはこんな風に飛行機に乗っていろいろな空を飛び回ってみたいと思ったことはありませんか？そんなかつてライト兄弟が叶えた壮大な夢も、ここ数年でもっと低コストで、そしてお茶の間にいながら簡単に実現できるようになりました。ただしバーチャルの世界の中でという話です。これがこれから説明するマイクロソフトフライトシミュレーターを完全 VR モードで遊ぶ方法ということで、早速始めてみます。実はこのチャンネルでは以前にも完全 VR モードでの解説動画をアップしていましたが、今回はより洗練された設定、そしてより分かりやすい説明として再度動画を制作しました。なのですでにマイクロソフトフライトシミュレーターを完全 VR モードで遊んでいる皆さんもちょっと見ていただけると嬉しいです。では本番に入る前に、この後に説明する VR ゴーグルのタッチコントローラーに対するコマンド設定作業をすると一体どんなことができるのかということを先に説明します。ではカメラの操作から始めます。マイクロソフトフライトシミュレーターには3つのビューモードがあります。1つはコックピットビュー。コックピットの中にいて操縦桿を握りながら飛行機を操縦できる状態ですね。そして2つ目は外部ビュー。飛行機の後ろから追随する形で飛行機を操作します。最後に3つ目はドローンカメラ。ドローンカメラではドローンを動かすようにして視点を変えることができます。マイクロソフトフライトシミュレーターを VR で遊ぶためには、基本的にこの3つのビューモードをタッチコントローラーで切り替える必要があるわけです。特にドローンカメラでは飛行機ではなくドローン自身をコントロールする必要があります。なのでドローンを前後左右上下に動かすコマンドとカメラの向きを変えるコマンドをタッチコントローラーに割り付けます。そうするとこんな風に飛行機の外に出て街を眺めたり、ピラミッドに近づいたり、中に入ったりということができるようになります。ただし結構 VR 酔いしますけどね、その辺は注意が必要です。では改めてマイクロソフトフライトシミュレーターを完全 VR モードで遊ぶ方法について解説していきたいと思います。次の3つのステップに分けて解説します。まず最初にマイクロソフトフライトシミュレーターのタッチコントローラーのデフォルトの設定と追加設定の一覧表を見ながら、どのボタンにどのような機能が追加されるかを解説していきます。次に完全 VR モードによるマイクロソフトフライトシミュレーターの立ち上げ方法を説明します。ここで使用する VR デバイスは Pico4 を使います。メタクエスト2またはメタクエスト3でも操作に違いはありません。そしてタッチコントローラーへのコマンドの登録方法を音声だけでわかるように解説していきたいと思います。タッチコントローラーへのコマンドの登録は VR 空間の中でしか実行できないので、立ち上げ方法の解説を含めてヘッドセットをかぶった状態で音声だけで操作ができるようになればと思い、このような構成にしました。それではマイクロソフトフライトシミュレーターを完全 VR モードで遊ぶ際のタッチコントローラーのコマンド割り付けを一覧表で説明します。タッチコントローラーの各ボタンは一覧表のヘッダー部分に記載しています。左側には左のタッチコントローラーのボタン、そして右側には右のタッチコントローラーのボタンを記載しています。コントローラーの各部の名称について説明します。まず左右が対象で同じ名称のものとしては、一番頻繁に使うトリガーボタン、拳銃のトリガーのように人差し指で引きます。次にその下にあるグリップボタン、中指でグリップします。次にサムスティック、親指で前後左右に倒します。垂直方向に押し込むこともできます。次が左手のタッチコントローラーのボタンです。出っ張っている2つのボタンがあり、手前がボタン X、その向こう側がボタン Y、出っ張っていないボタンがもう一つあり、3本線が印刷されているメニューボタン。ピコ4の場合はもう一つ出っ張っていないボタンがありますが、これはゲーム内では使用しません。右手のタッチコントローラーのボタンです。出っ張っているボタンは手前がボタン A、その向こう側がボタン B です。出っ張っていないボタンはいわゆるホームボタンで、これを押すととりあえずどこからでもホーム画面に戻すことができます。それでは一覧表の説明に戻ります。ここでは完全 VR モード用に新たに割り付けるコマンドについて説明します。この一覧表の中でオレンジ色の塗りつぶしになっているものが新規に設定するコマンドです。緑色になっているのは元の設定を変更しているものです。そして白抜きになっているのがデフォルトの状態で設定されているものです。真ん中の縦の黄色いカラムはコマンドグループです。各コマンドの割り付けを説明する前にコマンドグループの優先順位と有効範囲について説明します。
起動するコマンドの優先順位はこの表の上から下への序列になっていると思われます。そして有効範囲というのはその時のビューの中でのみ有効になるコマンドとそうでないものがあるということです。例えばドローンビューに切り替えた後の操作ではこの一覧表の一番左上にあるドローン X トランスレーションアクシスが有効になって左手のサムスティックの操作で横方向に移動することが可能になります。しかしコックピットビューまたは外部ビューの状態であればこの操作はキャンセルされその下にあるエルロンアクシスが有効になるといった具合です。ちなみに表のコマンド名の後ろにある(R) の表記はリバースアクシスの欄にチェックを入れるか入れないかを示しています。次に個々のコマンドグループの機能について説明します。カメラグループはカメラの切り替えとカメラの操作を設定できます。カメラグループで設定するのはドローンカメラへの切り替え、外部ビューへの切り替え、そしてコックピットビューへの切り替えです。完全 VR モード用にタッチコントローラーに設定するコマンドのほとんどはこのカメラグループのコマンド設定になります。ドローンカメラに切り替えた状態ではサムスティックでドローンを水平方向と垂直方向に移動したり水平方向の向きを変えることができるように設定します。次のメニューグループは実際にこのゲームをプレイする手前のメニュー操作に関するコマンドになります。飛行訓練のメニューを選択したりディスカバリー飛行を実行するときはこのメニューグループのコマンドが有効になります。その後に実行するタッチコントローラーの設定時にも有効になります。次の VR グループはコックピット内で操縦桿やスロットルを掴んだりパネルのスイッチをいじるときに有効になります。ボタン A に設定されているレイキャストはタッチコントローラーからのビームのオンオフを切り替えます。ボタン B に設定されているツールバートグルはツールバーの表示非表示を切り替えます。メセルニアスはその他のコマンド群です。主に VR モードのコックピット内での左右タッチコントローラーの切り替えが設定されています。また Y ボタンにはプレイ状態から抜け出すためのコマンドが割り付けられています。右手のサムスティックに割り付けられているコマンドがどのような操作なのかよく分かっていません。フライトコントロールサーフェスは飛行機の外部に取り付けられている装置のコントロールに関するメニューグループです。主にエルロンやエレベーター、ラダーの操作になります。最後のブレーキはブレーキに関するコマンドです。このグループでは左右のブレーキがデフォルトでグリップに割り付けられています。しかしグリップボタンにはすでにビューの切り替えが割り付けられているのでここで設定されているブレーキが有効になることはありません。そこでサムスティックを Y 方向に押し込むことでブレーキが有効になるように新たに設定し直します。実はこの動画を作成している間にサムスティックの操作に感度を設定できることが分かりました。例えばドローンカメラを前に移動させるために左手のサムスティックを少し押しただけでも急にカメラが動き出すことがありました。できれば少しだけ押したときはゆっくりと、そして目いっぱい押したときは早く動いてほしいものです。この操作感については以前から改善できないかと考えていたのですが、今回偶然改善策が見つかりました。タッチコントローラーの設定を一通り終了した後にサムスティックの感度の調整方法を紹介します。はい、それでは Microsoft フライトシミュレーターを完全 VR モードで立ち上げる方法を説明します。この画面は Pico4 の画面になっていますが、MetaQuest 2でも MetaQuest 3でも、ほぼ同じ操作になりますので、これを参考にしてください。ゲーミング PC はすでに立ち上がっている状態で、ログインした状態でこちらの画面に移ってください。で、まず、バーチャルデスクトップを立ち上げます。はい、そうしましたら、バーチャルデスクトップの、デスクトップですね、仮想デスクトップ、これは環境によってちょっと画面の中の、表示が違うんですけれども、画面の外にタッチコントローラーのビームを当てた状態でトリガーを引きます。クリックします。今後はですね、どこかにビームを当ててトリガーを引くっていうタッチコントローラーの操作をクリックするっていうふうに呼ぶようにします。で、下にバーチャルデスクトップのメニューパネルが出てきますので、一番右側のメニューをクリックしてください。そうするとデスクトップ画面上にバーチャルデスクトップのメニューが出てきます。このメニューパネルの左側にあるメニューの中から下から2番目、ローンチ SteamVR ですね、をクリックします。はい、そうすると SteamVR の画面に切り替わります。で、SteamVR の加速感の中にですね、切り替わったら左手のタッチコントローラーのメニューボタン、3本線があるボタンを押してください。そうすると Steam のメニューパネルが出てきます。で、この Steam のメニューパネルの中の、ホームのところからですね、
マイクロソフトフライトシミュレーターその他のゲームを立ち上げることができますので、ここからマイクロソフトフライトシミュレーターを起動します。クリックすると一回画面が切り替わってプレイボタンが出てきますので、このプレイボタンをクリックして起動させます。はい、この状態でしばらく待つと、ビッグスクリーンと呼ばれるですね、画面が出てきます。はい、今、ビッグスクリーンが表示されて、これはデスクトップのですね、画面がそのまま表示されるんですが、マイクロソフトフライトシミュレーターの立ち上がり画面ですね、起動画面が出てきます。で、ここでしばらく待つ必要がありますので、だいたい2分から1分から2分ぐらいですかね。長い場合は5分ぐらい待つ必要があります。はい、この待ってる間は特に何かするっていうことはありません。ひたすらですね、待って画面が切り替わって、ウェルカムメニュー、マイクロソフトフライトシミュレーターの最初の初期のですね、メニューが出てくるまで待ちます。はい、マイクロソフトフライトシミュレーターのメインメニューが表示されましたら、一回ですね、どこかのメニューパネルにですね、ビームを当てるようにします。一回トリガーボタンを引かないとダメなようなんですが、トリガーボタンを引いて、下の方にですね、パネルメニューが出てきていて、左からエスケープ、クワイエットトゥデスクトップ、真ん中がコントロールタブ、エンターエグジット VR モード、で右側にタブ、リードサポート&リリースロートっていうのが出てきますが、真ん中にあるエンターエグジット VR モードをクリックします。はい、そうすると1回メニューが、ちゃんと出てきてですね、で真ん中にリセンターっていうのが出てきますが、スペースキーって書いてあるんですけども、ここで左手のタッチコントローラーの X ボタンを押すと、リセンターされて完全 VR モードでのメニューが表示されて、ここから遊べるようになりますということですね。はい、そしてですね、この後に、オプションズのコントロールオプションズからですね、タッチコントロールの設定をしていくんですけども、すでに設定している方は、このタッチコントローラーのボタンの割り当てをですね、リセットしたい場合もあると思います。その方法について説明します。左手のタッチコントローラーのボタンの設定をですね、リセットした場合は、こちらタッチコントローラーレフトをクリックした状態で、下にある M、オープンリセットマネージャーっていうのをクリックします。そうすると、ちょっと暗い画面になって、下の方にですね、プラスとかデュプリケートとかいろんなメニューが出てきますので、ここの中の右側のですね、デリートっていう、ゴミ箱のマークをクリックしてください。そして、相性って聞いていますんで、プロファイル消すかどうか聞いてきますので、イエスを押すと、一回新たにこちらで設定した、コマンドの割り付けがですね、全部リセットされてデフォルトの状態になります。はい、ここではイエスをしませんが、一回イエスを押すと、こちらタッチコントローラーレフトって書いてある下の欄がですね、デフォルトっていうふうに出てきます。で、デフォルトのタッチコントローラーの設定から新たにもう一回ですね、設定を付け加え直すことができるということで、もしもタッチコントローラーの設定をリセットしたい場合は、今のような操作で行ってください。はい、それでは立ち上げ方法についてはこれで終了します。はい、それではここからタッチコントローラーのコマンドの割り付け設定を行います。まずメインのメニューの中に上の方にですね、ウェルカム、プロファイル、オプションズという3つのメニューがあります。で、このオプションズをクリックしてオプションメニューに入ります。3つのパネルが表示されていて、左からジェネラルオプションズ、真ん中アシスタンスオプションズ、で、右にコントロールズオプションズがあります。このコントロールオプションズをクリックして、コントロールズオプションズの設定に入ってください。コントロールズオプションズのメニューには左側からキーボード、マウス、オキュラスタッチコントローラーレフト、オキュラスタッチコントローラーライトというですね、デバイスに対するメニューがありますので、まずこの中の右手のタッチコントローラーから設定していきます。はい、このオキュラスタッチコントローラーライトと言われるバーを押すとですね、ディスクリプションという表示が出てきます。説明画面、ハテナのマークになっています。で、左側にはメニューパネルがあって、上からセンシティビティ、サーチ、フィルター、そして一番下に青いパネルでエキスパンド、コラプス、オールというふうになっています。真ん中にメニューが表示されています。で、このメニュー数が今5つしかないんですが、これは左側のフィルター、アサインドと書いてあるように、すでに割り当てられているメニューが表示されています。で、それ以外のメニューは表示されていないという状態ですね。で、ここから先は、こういうふうにビームを当ててですね、タッチコントローラーから出ているビームを当ててトリガーを引く動作、これをクリックするというふうに言うようにします。統一します。それでは右手のタッチコントローラーにカメラのですね、切り替えコマンドを割り付けていきます。オキュラスタッチコントローラーライトのところをクリックしたら、今度はですね、
パネルの左にあるフィルターのところ、これアサインドになってますけども、ここにビームを当てた状態でトリガーを引くのではなくて、サムスティックをですね、左右に倒してください。右に倒すとニューっていう風に出てきます。つまり新しいメニューが表示されます。新規登録用のメニューですね。そしてオールっていう風にも切り替わります。で、オールの状態でいろいろ設定していきたいと思います。で、その下にですね、エキスパンドコラプスオールって書いてあるのは、これはメニューコマンドを展開するのと閉じるのとのトグル形式の切り替えになります。で、今回はまずはカメラの、メニューをボタンに割り付けますので、カメラのメニューを展開します。一番上のカメラっていう書いてあるメニューの欄のですね、そこをクリックすると展開します。一番上にコックピットカメラっていうのが出てきて、その下にズームとかですね、VFR 何かにっていうのが出てきています。で、切り替えるという意味では、トグルという文字が先頭に来ているのを選びます。今出ている状態ではどこにも出てきませんので、この枠の中にですね、どこかにビームを当てた状態でサムスティックを手前に引いてください。引くことでスクロールします。で、下の方に少し行くとトグルメニューが出てきて、トグルコックピットビューっていうのを選択します。はい、この2つ上にトグルコパイロットビューっていうのもあって間違いやすいので、間違わないようにトグルコックピットビューを選んでください。右側に2つ枠があって、これ多分どっちでもいいと思うんですけども、左側の枠を選んでクリックします。そうするとトグルコックピットビューというポップアップが出てきますので、このポップアップの中の一番上の入力欄ですね、スターティングスキャニングって書いてあるところをクリックします。で、この状態で B ボタンを押すと、ここに B が割り付けられます。で、今の操作で B ボタンを押すとコックピットビューに切り替わるという、そういうコマンドを B ボタンに割り付けたっていうことになります。はい、下の方にいろいろ出てきてますけども、ここはバリデート、承認をして、設定を終了してください。で、最初にですね、デフォルトの状態から新たなプロファイルを作るということで、Create New Input Profile from Current Selection というふうなポップアップが次に出てきますので、ここはそのまま OK をしてください。これ、プロファイルの名前をですね、これしていいですかっていうような意味合いになりますので、そのまま OK をします。はい、そうすると、トグルコックピットビューに B ボタンが割り付けられました。これ以外にカメラがもう2つあります。外部ビュー、エクスターナルビューとですね、あとドローンビュー。で、次に右手のグリップボタンに外部ビューのコマンドを割り付けます。今ここに表示されているのは、コックピットカメラ。一番上にスクロールすると、コックピットカメラっていうのが展開されていますので、これを閉じます。コックピットカメラの C のあたりをクリックして、1回メニューを閉じていただくと、その下にドローンカメラっていうのが出てきます。これも1回閉じてください。そうすると、その下にエクスターナルカメラっていうのが出てきますので、この中からトグルエクスターナルビューをですね、選ぶようにします。はい、トグルエクスターナルビューっていうのは、このメニューの、いっぱいあるメニューの中ですね、5番目ぐらいにあります。トグルエクスターナルビューを、枠をですね、選択して、クリックすると。そうすると、トグルエクスターナルビューっていうポップアップパネルが出てくるので、先ほどと同じように、スタートスキャニングって書いてある欄をクリックして、右手のタッチコントロールのグリップボタンをグリップしてください。そうすると、システムっていうふうに出てきます。これは、グリップボタンの意味ですので、そのままバリデートをして承認します。はい、これで今、B ボタンにコックピットビューへの切り替えコマンド、それとグリップボタンに外部ビュー、エクスターナルビューへの切り替えコマンドを割り付けました。今度は左手のですね、タッチコントローラーのグリップボタンにドローンカメラへのスイッチを割り付けたいと思います。上にあるオキュラスタッチコントローラーレフトっていうところをクリックしてください。そうするとメニューが閉じた状態で真ん中の欄にメニューが表示されると思います。カメラのところを一番上のカメラを展開してドローンカメラ2番目にあります。コックピットカメラの下がドローンカメラになってますので、これを展開します。はい、そうするとこちらにもですね、トグルドローンカメラというのがあると思います。下にスクロールしていくと20番目ぐらいですかね。トグルドローンカメラっていうコマンドがありますんで、それを横にあるセルをクリックしてトグルドローンカメラっていうポップアップパネルが出てきますんで、先ほどと同じようにスタートスキャニングの欄をクリックして左手のグリップボタンを握ります。はい、今度はスクイーズという名前で登録されていますが、これは左手のグリップボタンの意味になりますので、そのままバリデートをして承認してください。で、先ほど右手のタッチコントローラーのプロファイルは設定しましたが、左手のタッチコントローラーはまだ設定されていなかったので、Create New Input Profile from Current Selection っていうのが出てきます。
パネルが出てきますので、これで OK を押してください。このパネルが出てこないこともあると思いますので、はい、出てきたら OK を押すということですね。で、今その右手と左手にカメラの切り替えのコマンドを割り付けましたので、ここで一回アプライ&セーブ。画面のですね、下の方に3つコマンドボタンがあります。B、Go Back と F11、アプライ&セーブ、M、オープンリセットマネージャーっていうのがありますが、F11 のアプライ&セーブを1回押します。はい、そうするとここで1回セーブがされましたっていうことですね。はい、今度は、タッチコントローラーにドローンカメラの移動とかですね、向きを変えるコマンドを割り付けていきます。右手のタッチコントローラーのサムスティックにドローンが上に上がる下に下がるという、上下の移動ですね。それとカメラの向きを変える。右を向いたり左を向いたりするのを割り付けますね。オキュラスタッチコントローラーライトっていう上の段にある、デバイス名のボタンを押してオキュラスタッチコントローラーライトのメニューを表示させます。はい、先ほどと同じようにカメラ、一番上のカメラを展開して、コックピットカメラの下にあるドローンカメラを展開します。はい、この中のトランスレートっていうのがいかにも移動コマンドに見えるんですが、ドローントランスレート、ドローン X トランスレートとか、ドローン Y トランスレートっていうことで、ドローンが先頭に来ているコマンドがドローン自身を移動させるためのコマンドになります。このメニューパネルの右側に R って書いた、スライダーがあるんですけども、これをクリックした状態で握った状態で上下させると早くスクロールできます。真ん中ぐらいにするとドローン Y 用アクシスとかドローン Y トランスレーションとか出てきます。加速感の中では上下の軸は Y 軸になります。Z 軸はですね、前後の軸になります。ここではドローン Y トランスレーションアクシスのですね、セルをまずクリックしてドローン Y トランスレーションアクシスのポップアップが出てきたら、今度はですね、2番目のセレクトアンインプットっていうプルダウンの入力がありますので、これを右側のプルダウンのボタンをクリックします。そうすると下にですね、バックメニュースクイーズとかっていうコマンドのボタン名が出てきますので、スライダーを使ってですね、一番下の方に移動してください。右側にある丸 R を掴んで下の方に移動して、で前後にサムスティックを移動させた時にドローンを上下に動かしてやりたいんで、サムスティック Y という一番最後のですねボタンを指定します。ちょっと赤いびっくりマークが出てきますが気にしないでバリデートを押して設定してください。でですね、ここにリバースアクシスっていう欄が下に出てきます。これチェックボックスがあるんですが、デフォルトではチェックが入っています。この時のリバースアクシスのチェックボックスはオフにしてください。チェックを外します。はい、それでは次に、ドローンのカメラの向きをですね、首を振る形で右左に向きを変えるっていうのを設定していきます。その設定はドローン用アクシスっていう、さっきのドローン Y トランスレーションアクシスの上にドローン用アクシスっていうのがありますんで、この欄の入力欄、セルをクリックしてドローン用アクシスっていうポップアップパネルを表示させます。先ほどと同じように2番目のセレクトアンインプットのプルダウンを指定して、でスライダーで、ボタン名の一番下から2番目と Y の上にあるですね、サムスティック X を指定します。はい、そしてバリデートをして、そうすると同じようにですね、リバースアクシスっていう欄が追加されて出てきます。で、デフォルトでチェックボックスがチェックされていますが、X 軸に対する動作はチェックボックスはオンにする必要があります。サムスティックを前後させる動作に対してはリバースアクシスはオフにする必要がありますというふうに覚えてください。はい、これで右手のドローンの操作っていうのを割り付けましたが、今度は左手にドローンの操作を割り付けます。オキュラスタッチコントローラーレフトのデバイス名をクリックして左に割り付けるメニューを表示させます。で、先ほどと同じようにカメラをまず展開してドローンカメラを展開します。左手に割り付けるドローンの移動の方法はですね、平面上ドローンを横方向に移動したり前後ろに移動したりっていうのを割り付けていきます。はい、先ほどと同じようにドローントランスレーションと書いてあるメニューの中からドローン X トランスレーションアクシスっていうのを選びます。これは、X 軸っていうのは横方向の軸になりますので、ここでドローン X トランスレーションを選んでパネルを表示させます。ドローン X トランスレーションアクシス、先ほどと同じようにパネルの2番目セレクトアンインプットのプルダウンの中から一番下から2番目にあるサムスティック X を選択します。はい、このままバリデートをして X の場合はリバースアクシスはチェックボックスが入った状態にしてください。で、次は前後なんですけれども、先ほど説明したように前後は、Z 軸になりますので、先ほど指定したドローン X トランスレーションアクシスの
8つぐらい上にあるドローン Z トランスレーションアクシスを指定します。はい、ドローン Z トランスレーションの、ポップアップの2番目にあるセレクトアンインプットのプルダウンを表示して、今度は一番下の Y ですね、サムスティック Y を指定して、バリデートをします。はい、X 軸以外の場合は、リバースのチェックボックスは外した状態にしてやります。はい、これでドローンの移動についてはコマンドの設定が完了しました。左右とも完了しましたので、ここで一回 Apply and Save をクリックして、でコマンドの設定をセーブします。はい、次に、今度はですね、ブレーキの割り当てをしたいと思います。フットブレーキはですね、実はすでに割り当てられているのですが、サムスティックにブレーキを新たに割り付けます。上にある4つのうちの一番右オキュラスタッチコントローラーライトをクリックしてください。そして、今ですねフィルターがオールになってるんですが、ここで1回フィルターをアサインドに直します。そうするとすでに設定済みのコマンドだけが出てくるようになります。で先ほど指定したフィルターの下エキスパンドコラプスオールのボタンをクリックして1回メニューを展開させましょう。そうすると、右手にはですね、左手も実は設定されているんですけども、この表示されている設定メニューをスクロールして一番下に行くとブレイクスっていうのはすでに割り当てられています。ライトブレイクスが、スクイーズに割り当てられているという状態になっていますが、これは実はスクイーズの要するにグリップの部分ですねがすでにエクスターナルカメラのスイッチに割り当てられていますので、これは有効になることはおそらくないです。なので新たにブレイクスのところにブレイクスのメニューをですね新たに割り付けます。で今アサインドなんですけども、もう一回ニューに切り替えてください。そして、その下にあるエキスパンドコラプスオールを押して一回メニューをすべて閉じます。でその中からブレイクス、真ん中よりちょっと下にあるですねブレイクスっていう、メニュー、ここをクリックしてブレイクスメニューを展開します。トグルローターブレイクスとかいろいろ出てくるんですけども、ブレーキメニューの一番下にですねブレイクスっていうのがあります。でこれは右左のブレーキ関係なく両方のブレーキを効かせる、フットブレーキを効かせるコマンドになりますので、このセルをクリックしてブレイクスっていうポップアップパネルが出てきましたら、セレクトアンインプットのプルダウンを指定して、でサムスティック Y を指定します。はい、でバリデートを押して、これでサムスティック Y が指定されました。でブレイクスのところにもですね同じようにリバースアクセスのチェックボックスが出てきます。チェックされているのでチェックを外してください。これでブレーキの指定が終わりました。で一回アプライアンドセーブをもう一回押しましょう。で今カメラとあとブレーキの指定ができたんで、もう一つ指定するものがあります。それが飛行の状態からですね通常のメニューに対比するためのメニューを、割り付けるのではなくて修正します。左手のコントローラーに割り付けられていますので、一番上のですねやってあるメニューの中のオキュラスタッチコントローラーレフトをクリックしてメニュー表示させます。そしてですね先ほどと同じようにフィルターの中からフィルターの下のですね R って書いてあるところにビームを当てた状態でサムスティックを左か右に倒してアサインドにしてください。そうするとアサインドされている割り付けられているメニューが出てきますので、これ一回下にエキスパンドコラプスオールっていうボタンがありますので、これを押して展開します。1回押すと展開されて、もう1回押すと、閉じてしまうんですけども、展開された状態でメニューっていう欄が2番目にありますので、メニューの部分を見てください。で上からカメラですね、 VR カメラ1セットとドローンカメラ、トグルドローンカメラといる、さっき設定した内容がありまして、その次に大きいメニューでメニューっていうのがあります。でその下にトグルポーズっていうのがあるんですが、これがメニューっていうボタンに割り付けられています。でタッチコントローラーのメニューボタンですね。でこのタッチコントローラーのメニューボタンっていうのは、左手のタッチコントローラーのさっき使った3本線のへこんでいるボタンのことを指しているんですけれども、これは VR デバイスですねメニューを表示させるために優先的に割り付けられていますので、他のボタンに割り付け直す必要があります。でどこに割り付け直すかっていうと Y ボタンに割り付けるようにします。トグルポーズのところのメニューってもう出ているところをクリックして、メニューというふうにですね一番上の入力欄のところにメニューがもう割り付けられていますが、これをクリックしてやる。でその後に左手の Y ボタンを押してください。そうするとさっきメニューってなっていた部分が Y に変わります。でこれでバリデートをして設定してやります。はい、そうするとトグルポーズの設定が Y ボタンに割り付けられました。はい、さらに下の方をちょっと見てみますと、先ほどのメニューのですねトグルポーズの下メニューの割り付けがあって VR っていうところが割り付けがあって、さらにその下にミスセレナスっていう題目項目のメニューがあります。
でその下2つ目にですね、セットポーズオフっていうのがあると思います。ここにも先ほどと同じようにメニューが売り付けられていますので、これを Y ボタンに切り替えます。メニューって書いてあるところを押して、セットポーズオフのポップアップパネルが出たら、もう一回メニューのところをクリックして、そのまま左手のタッチコントローラーの Y ボタンを押してください。そうすると Y が割り付けられます。はい、これでバリデートをしていただくというふうにしていただきますと、これで全ての新しいタッチコントローラーへのコマンド割り付け終わりましたので、アプライ&セーブをもう一回押してください。左下のですね、アプライ&セーブをして保存します。で、これで全て一応できたんですけれども、実はサムスティックを対応する形になります。ドローンの移動とかですね、そういった時にサムスティックを使うんですけども、反応というかですね、感度がですね、リニアな形になっていますので、ちょっと動かしただけでスピードが速く移動してしまうというのがありますので、そこの感度の調整をする必要があります。感度を調整するのはこのさっきやったセンシティビティっていうとこのコントロールオプションズのパネルの左側のメニューの一番上ですね。センシティビティっていう青いボタンがありますので、これをクリックして表示してください。そうすると今はですね、左手の割り付けさっきメニューから Y に切り替えた続きになってますんで、左手のサムスティックの感度の設定ができるパネルが出てきます。一番下に Done って書いてますが、左側にサムスティック X、右側にサムスティック Y というふうになっています。このセンシティビティの値、今 0% になってますが、ここをですね、クリックして、掴む状態にして、R の、丸 R のところを左側に移動させてやるとですね、グラフのところはちょっと曲線になります。で、できればセンシティビティのマイナスをですね、マイナス 50% にしてやってください。で、その下にあるセンシティビティプラス、これもマイナス 50% にします。ちょっと調整が難しいんですが、掴んだ状態で調整が難しければ、ビームを丸 R に当てた状態で、サムスティックを右に倒したり左に倒したりすると、1個ずつのですね、ボリューム調整ができます。で、同じようにサムスティック Y の方もセンシティビティを調整して、マイナス50にしてください。センシティビティマイナスをマイナス 50%、センシティビティプラスもマイナス 50% にすると、緩和曲線的にですね、カーブが、2次関数のような形になってきます。これで直線じゃなくて、ちょっと倒した状態は小さい感度で反応して、左にいっぱいずらすと強い感度で動かすという形になります。もう少し感度を微調整したければ、このマイナス 50%、マイナス60とか1070にすれば、ちょっと動かしただけだと、そんなにスピードが速くならないっていう状態に切り替わると思います。その辺はお好みで調整になりますね。その下に、これもし設定する必要あると感じたときに使えばいいと思うんですけど、デッドゾーンってありますが、これは何かというと、ハンドルでいうところの遊びの部分を作ることができます。ちょっと動かしてもですね、動かないで、サムスティックを倒す角度が 10% 以上超えたら初めて有効になるようにするとかですね。あと、ニュートラルっていうのはその真ん中の位置ですね。ニュートラルの状態でどのぐらいの感度を持たせるか。ここはいじんない方がいいと思います。で、その下にエキスターミティデッドゾーンっていうのがありますが、これはグラフ全体がですね、回転するような形になりますんで、全体に感度を強くする、あるいは全体に感度を弱くするっていうことはできると思います。もし、もっと感度を緩くしたいとか、もうちょっと感度を強くしたいっていう場合は、これを動かせばいいっていうことになりますね。で、リアクティビティというのが一番下にいます。これはちょっとわからないですよね。反応全体をもしかしたら変えるのかもしれません。はい、というふうにして、最初倒した時の状態が緩やかな時は、そんなに感度を強くなくして、押し込むなり、その倒す角度が大きくなれば感度を強くするっていうふうに設定することができます。はい、今左手を設定しましたんで、ダウンして、アプライ&セーブを押すと、これで有効になります。で、同じように右手のタッチコントローラーも、一番上のオキュラスタッチコントローラーライトを選んでいただいて、センシティビティのボタンを押すと全く同じメニューが出てきますので、これで調整すると感度が緩やかに効くような形になっています。ということで、以上でタッチコントロールの設定は全て終わりましたので、左下のですね、Go Back を押して、メインメニューに Go Back する。で、ここでいろいろ飛行機を操作したりできるようになります。